雑談です。エヴァ風です。はらせんということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ここまで一息で言っておりますね。昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんだろうか。ネタ撮りが終わってね、ちょっと一段落したんで、本来であれば火曜日は水道橋博士さんのザ・テレテレビジョンの配信があったんですけど、都合により明日というか今日になっておりますんで、ぽっかり空いちゃったんで、なんかツイートでというか、ネットニュース、ツイートで知ったのかな、面白そうな本を紹介されてたというか、それもネットニュースになってたんで、じゃあそれを買いに行こうっつって言っておりました。テレビ東京のよいしょ、カバーを押しちゃってるから、プロデューサーの方のディレクターか、テレビ東京ディレクター高橋宏樹さんの1秒でつかむ見たことない面白さで最後まで飽きさせない32の技術という500ページにも及ぶ、これ18年に出た本なんですけどもね、まだ初版だった。これなんかすごく面白そうだったんで、だから家ついて行っていいですかとかのプロデューサーの方ですよね。だからテレ東っていっぱい面白いコンテンツというかあるじゃないですか。それこそ佐久間さんに始まり、それからもやさまであるとか、池の水であるとかね。でそんな中でもこれはその家ついていっていいですかの企画をした方の本で、もともとこの本をどうして書いたかって言ったら、家ついていっていいですかってディレクターが35人ぐらいいるっつって、それも驚きだったんですけど、普通の番組というか、僕も一回テレ東のお手伝いをしてる期間があって、その時は4班に分かれてて、なんていう番組だったかな、ジャニーズの子が出てる番組だったんですけど、でキリ君の川島君があれか、ナレーションやってたんですけど、それは4班に分かれて、週1本いろんな制作会社が制作会社自体が4つ入ってたのかな、4つだったような記憶、4、5かな、でも4つだった。それを持ち回りで毎週やるんですけども、で極端の P プロデューサーディレクターもついて、で各制作会社が、月1回VTR を上げてくるっていうので、いろんな街のロケハンをして、面白いお店を、面白い、店主であるとか、そういうスポットを紹介して、ジャニーズの子が、生放送だったよね。生放送でお店に行って生放送しながら VTR を見てみたいな番組があって、それをやってたんですけど、その時に僕はもう本当の下っ端のディレクターというか AD で入ってたんですけど、あの時にはその僕が手伝ってたところの制作会社ではディレクター3人でしたね。だから4班で12人か、単純に考えても。でその下に AD が何人かいてみたいな感じだったんですけど、だから普通のバラエティで考えても20人いないですよね、ディレクターだけで。って考えたら15人5、6人だと思うんですけど、そう考えて35人でやってる。でそれに個別にその番組こういう風に撮ってきてほしいっていうのを指導するのがなかなか大変なんで、35人もねいっぺんに言うのが大変なんで、これはマニュアルというか書いて、こういう風に撮ってきて、こういうやり方で撮ってくださいっていうのを書こうとした時に、たまたまその出版の話もあったんで本にまとめたという本らしいんですよね。で
それをそのネットの記事で、読みまして、これは面白そうだと思ってすぐ Amazon で頼もうとしたんですけど、いいや、どっちみち今日別にすることもないし、じゃあ買いに行こうっつって買いに行ってきましたが、いや読むのが楽しみですね。でついでにというか、久しぶりにリアル書店に行ったらもう大量に他にもうね本を買ってきてしまいまして、恵比寿さんの僕の持ってなかった本というか、改訂版が出てたんで、なんて言ったかな、これは、僕はこうして生きてきたね。これはもともとこれ多分ね持ってるはずなんだよ。だって全部持っているんだから。16年に出てるの、96年に出版された、笑う恵比寿の副作用、これ持ってるはずですよ僕ね。持ってるはずなんで、それの改訂過失修正版が僕はこうして生きてきたというのが出てました。これもでも16年に出てるんだ、それとあと勝松さんの本ね、博士との対談で博士が書きたかったことはこれだと、こんな簡単なことをね、書いてたんだみたいな対談で言ってました。これ楽しみと、あとね特設コーナーみたいなね、今年亡くなられてしまった半藤和俊さんのね昭和史、それから4冊文庫になる分厚い文庫を4冊もね買ってきましたけど、昭和史ね前編後編、それから昭和史 B 面、世界史の中の昭和史とね、半藤さん大好きですんで、私これはしっかり読みたいと思っております。これ大好きなんですよね。はい、そうたくさん本を買っておりました。本の紹介だけでこんなに時間がいっちゃってで見ましたですわ。じゃない方の彼女の11話目ね、これまたテレ東でね、本当にこのドラマも面白いなと思ってずっと見てるんですけど、昨日のっていうか11話目が結構もう前回10話目でこう不倫をしてるのが何でしたマサヤさんが不倫してるのがレイさんにバレてやって、でレイさんは娘連れて出てっちゃってて、でどうしようっていう時にレイさんはそのレイ子と話をするっつって盆栽教室に行って、で急にねちょっと今までの感じと作りが違う感じのドラマの仕立てになってて、じゃあお互いマサヤさんの好きなところを言い合おうと。で将棋の10秒20秒みたいなアプリで、じゃあ言えなかった方が負けで、勝った方の言うことを聞くみたいなことをやりだした時に、いろいろその将棋の時点でもうそれは振ってたんだなと思うんですけど、完全にエヴァでしたよね。電車の中のシーンとか冬月が将棋指してるシーンとかね、もう完全にエヴァでしたね。パロディーをしてて、その作りがなかなかドラマでこうやってる感じがすごく面白くて見ておりましたけど、そんなエヴァのパロディーも挟みつつ、やっていくんですが、最後というかね、もう玲子がもう大学を辞めると、で綾菜にも言ってもう辞めるって言うんですが、それと並行してそこの大学生が妊娠発覚したんで休学するっていうね、これが玲子ではないと思うんですけど、それを聞きつけたなんだったっけ、桐谷さんじゃなくて片桐さんが大変だっつって、なって、でそれをマサヤさんに伝えると、マサヤさんも完全に勘違いしちゃって、そうだったのってことはや
やってたのかっていうことなんですけど、やってないと思うんでね、なんで勘違いするのかっていうのはあるんですけど、それでその玲子を探すんですが、探してる間に綾菜と出会って、綾菜がもうカンカンに怒ってるわけですよ。もう玲子が大学を辞めるって言ってたから。で、お互いこうね、いろんな勘違いを工作しつつ、こう言い合ってる中終わってしまうんですが、これ来週最終回ですからね、どうなってしまうのか本当に楽しみで、中でね、ゆうさんだからまさやさんのお母さん役で出てる小谷ひ子役で出てるゆうさんがすごいいいことを言いましてね、何でした、ねあれこれメモってたのどっかに行っちゃったわ。恋と愛の話をねしておりまして、これだ、一緒にいたいだけなのが恋、離れていても育つのが愛ね。これあれでもね、僕これ聞いた時にこれね、一緒にいたいだけなのが恋で離れていても育つのが愛っていうのは、恋人と愛人とね、これ逆どっち合ってるのってどっちがどっちなんだっていうね。一緒にいたいだけなのが恋に恋しちゃうってことはあるんですけどね、愛に愛するってことはあんまないのかね。で、離れていても育つのが愛ね、一緒にいたいだけ、これなかなか深いですよ。これどっちがどっちなんだね。恋人と愛人っていうのもその言葉のあれであれですけどね、とか思いながら、これは非常に面白い言葉というか深い言葉だな思いながら見ておりましたが、じゃない方の彼女、来週いよいよ最終回になってしまいますが、ここでね、もう一つ、これもまた秋元康さんが、企画してるドラマで、いや他にもね、例えば真犯人フラグであるとか、どんだけドラマをこう企画原案、脚本してるやつもありますけども、してるんだと思ってウィキペディアを見たところ、今年だけですよ、2021年だけで8本かな、1234567本でさ、今年だけで8本もやってんすよ。驚いちゃいますよね。だから今年あなた犯人じゃありませんっていうのがありまして、その後あなたの写真にはドラマがある一モニ劇場っていうのもあって、それから指令学旅行ね、これ知らない、声張る、漂着者っていうのをねちょっと見てました。これが漂着者がちょっと真犯人フラグね、漂着者の中にも宗教団体が出てくるみたいなんで、出てきてましたね。僕最初の方しか見てなかったんであれですけど、で真犯人フラグで、この恋はフィクションです。これは見てなかったな。で、じゃない方の彼女ね、この8本今年だけで、来年はもうすでに2本企画が上がってまして、 YouTuber に娘はやらんっていうのが来年始まるそうで、もう1本が、もしもイケメンだけの高校があったらね、バイヤーすごすぎませんか、秋元康ね、今更ながらね。だから僕はこれここ最近だけではないですけども、精力的にこうドラマをねたくさん企画してるっていうのは、もうちょっと前からね、2010年代に入ってからぐっと数が増えてるんですけど、これってやっぱりアイドル、自分でね育てたアイドル AKB とかいわゆるそういう AKB 系のアイドルのその後の進路というかをこうちゃんと作ってるんだなって思うと、こんなね全てをプロデュースしてると、もう離れらんないっすよね、そうなっちゃったらねって思いながらドラマというか、このなんていうんですかね、見ておりますが、確かに出てるじゃないですか、そう乃木坂の子とかねって考えたら、その先の先までアイドルでね、言うても寿命があるじゃないですか。で考えたら、
こうその後の道筋もちゃんと考えてるってのはすごいなと思って見ておりましたが、話がすごくそれちゃいましたが、じゃない方の彼女、来週最終回どうなってしまうのか楽しみなドラマですんで、これねぜひご覧になっていただきたいのと、TVer なり、これはパラビだな。でもう一個だけいいですか。パラビの CM を古川琴音さんがやっててね、それを YouTube でずっと見てたら、これはもうパラビ入るしかないっしょねと思いながら、クリスマスプレゼントはパラビに入るということにしようかなと思っておりますね。ぜひ見逃し配信 TVer なりパラビにてご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。これやるの忘れちゃったね。やっとく？コント秋元康、ね、秋元康のモノマネする人いたね。あれか、タイムマシーン3号かねめっちゃ似てるやんなって思いながら、やっておりました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。